まずは持っていく服を紹介します。今回ヨーロッパに11泊するのですが、4カ国移動するので予想最低気温が8度、最高気温が25度くらいと気温差があります。なので服装はかさばらず重ね着もしやすい応用力のあるアイテムを持っていくことにします。まず着ない着を紹介します。古着の T シャツ、無印のパンツ、古着のチェックシャツ、今腰に巻いてるやつを羽織っていこうと思います。もし当日寒そうだったらこの半袖の中に長袖のインナーを着て機内は過ごそうと思います。1カ国目ギリシャが最高気温20度ぐらいなので、きっとこうやって腰に巻いてその日は過ごすことになると思います。この無印のパンツすごく優秀で、このボタンがついてるのと、あとベルトループがあって、でゴムも割と太めでしっかりしてるのでウエストがキュッて見えるんですよ。それで T シャツの中に入れてきてもシルエットが綺麗だなっていうところと、シャカシャカした柔らかい素材なので履いていてストレスが全然なくて、しゃがむのもすごい楽ですし、長時間座ってても多分ストレスがないので今回機内着として持っていこうと思います。で何よりもすごいのがここに絞りがあって、裾の形を変えられるんですよ。今絞ってない状態でちょっとストレートっぽく履けてるんですけど、絞るとこんな感じです。ポケットも両サイドと後ろにボタン付きのが2箇所あります。絞って履いたらカジュアルな服装とも合いますし、絞りを緩くしてストレートの状態で履いたらきれいめな服とも合わせやすいかなと思って、これめっちゃ使えそうです。私は今 S サイズを履いています。黒なんで糸くずとかがついたら目立つんですけど、まあ安いし。旅先での服装を考えるときはスマホのカメラロールを見返します。旅先と同じ気温の時に過去の自分がどんな服装をしていたか写真で確認するようにしています。それでも真夏や真冬でない限り結局行ってみないと気候がわからないので、インナーは半袖と長袖を必ず持っていくこと、脱ぎ着しやすい薄手の羽織、もしくは腰に巻けるくらい雑に扱えるシャツなどを持っていく。そうすると現地の気温に合わせて服装の調整がしやすいです。今紹介した服装にアウターを羽織ることになると思うんですけど、アウターをどっちか持っていくかまだ迷ってます。このプルオーバーは上からかぶるタイプで、裾が絞れるようになってるので服装に合わせて長さが変えられるっていうのが気に入っている点で、こんな感じ、こんな感じ。脱いでもかさばらないですし、こうやって腰に巻いておけるので荷物にならなくていいかなって思ってて、ただこれの難点としてはカジュアルに見えるので、海外で歩いてると私たち夫婦が兄弟みたいに見えてて、私がすごく子供に見られてしまっているので、古着のトレンチコートは肩のデザインがしっかりしてるので結構大人っぽく見せてくれます。なのでトートバッグを合わせたりとかリュックを背負ったりしてもいい感じ。やっぱり今着て思ったんですけど、これも持ってきます。アウターは2着持っていこうと思います。アクセサリーはネックレス3つとイヤーカフだけ持っていこうと思います。元からあまり皮膚が強くないので指輪すると最近痒くなっちゃってあんまりしてないので、ファッションリングは置いていきます。アクセサリーケースはよくご質問いただくことが多いんですけど、これは20代前半の時に
友人から誕生日プレゼントでいただいたもので、ちょっとブランドとかわからないです。持っていくものが決まったので、今からこのバグーのパッキングキューブに全部詰めていきます。こんな感じでバグーのパッキングキューブに詰め終わりました。基本的に衣類は全部くるくるって丸めて詰めちゃうんですけど、ブラトップとか下着系はこの上から置いて最後締めます。で、靴はサロモンのスニーカーは当日履いていくので、こっちのローファーだけ袋に詰めて、こういう袋はだいたい何かでもらった袋を取っといて、それを使ってます。で、完成です。機内バッグの中身を紹介したいと思います。まずバッグがスノーピークのアクティブフィールドバックパックっていうやつで、ナイロン 100% の素材なのですっごく軽くて、もうこれパンパンに詰めちゃってるんですけど、結構中も入るのでおすすめです。これがリュックに入ってた全アイテムになります。これはスマホストラップなんですけど、旅行中はずっと肩にかけておきたいと思ってます。まず私が席に着いて初めにやるのが、このポーチとこれとこれをセットすることなので、ちょっとこれから紹介していきたいと思うんですけど、逆光すぎて立ち位置を変えました。まず一番大事なこのポーチの中身から、コスメとかメディカルグッズみたいなのが入っていて、 IKEA の袋に入れてるのが液体系が全部入っていて、この中にはダムダムの化粧水。肌がやっぱり乾燥するので、そういう時に顔に吹きかけて使ってます。イソップのハンドジェル、機内食を食べる前とかにアルコール消毒として使っています。ナリンのロールオンで、私はいつも2種類持っていってるんですけど、こちらがハーブオイル33プラス7センシュアルロールオンっていうやつです。割とでもこっちの方がスースーするんで、このハーブ系の首筋から肩にかけて塗ったりすることが多いです。こっちの方がちょっとだけ甘い香り、こめかみとか手首に塗ったりして匂いを嗅いで癒されたりしています。これも絶対に必要です。ラロッシュポゼの下地なんですけど、フライトの時はすっぴんっていうことはなくて、基本的にこの下地は絶対塗るようにしていて、現品サイズを買ったらついてきたミニサイズがあったので、今回の旅行ではこれを持っていこうと思います。無印の歯磨きタブレット、中にはこういう小粒のタブレットが入ってるんですけど、噛み砕くとちょっと泡っぽくなるというか、クチュクチュってしてうがいするか、歯ブラシで磨いちゃって口の中をすっきりさせるっていうやつです。レモンフレーバーでミント系のガムを噛んだ後のスースー感に近い感じだと思います。液体系のやつはちょっとなんか舌触りがザラザラする感じが苦手で、こっちのタブレットはそんなことがないかなと思ってて、結構これお気に入りです。フライングタイガーで買った折りたたみの歯ブラシです。こういうコンパクトになるグッズは便利かなと思います。100均の歯間ブラシ、デリケートウェットシートっていうやつで、中ほんとおしぼりみたいな感じのものが入ってるんですけど、これでデリケートゾーンとかを拭いたりする感じです。スースーはしないんですけど、ちょっとトイレットペーパーだけだと不快感が残るかなと思って、こういうのも持ってってます。ミッフィーのライオンポーチの中に入ってるのは、鏡とかリップ、イブ、絆創膏、点眼薬、コンタクトレンズ、あとはティッシュケース付きポーチなので、ここがポーチになってて予備のティッシュとか入れてます。あとミニサイズのウェットティッシュ、これらがこのポーチに入ってます。機内バッグって足元に置くので、何か取りたい時にいちいち取り出すのが面倒なんですけど、このぐらいのサイズ感だったら前の座席のポケットに入れたりできるので、
これは最初に出すようにしてます。無印で買ったスリッパが入ってます。真っ黒なシンプルなスリッパで、宿泊先のホテルでも履いたりしてます。まず飛行機に乗ったら靴からこのスリッパに履き替えるようにしています。イソップの袋に入れてるのがフライトソックス、なんて言うんだろう、私はこれがないと本当に長時間の飛行機は耐えられなくて、テーブルのところに引っ掛けてこうやって足を乗せて足を浮かせるためのグッズなんですけど、こうやってもいいし、こういう風にここに足の裏を乗せてもいいですし、これが本当に楽で、私は足がむくみやすいので、もう絶対に長時間のフライトは耐えられないです。続いてソニーのヘッドホンです。イヤホンしてるとやっぱ耳の穴が痛くなっちゃうので、ヘッドホンの方が耳に負担がなくて、あとこれノイズキャンセリング機能がついてるので、飛行機のエンジン音とかも防げますし、これで基本的には事前にダウンロードした動画を見たりとか音楽聴いたりとかしてます。ネックピローです。固めが好きで、これすごいしっかりしてる、ちっちゃくなるので、こういう状態丸くして、移動中はこういう状態でリュックに取り付けています。これまたポーチなんですけど、この中には喉濡れマスクと一応個包装のマスクどっちも入れてて、機内にいる時はずっとこのマスクをしてます。で、ご飯食べた後とかちょっと口の中が気持ち悪いなってずっと同じマスクしてるの嫌な時はこっち、蒸気でホットアイマスク、耳ほぐタイム、このシリコンのこの耳にはめるやつと、あとこっちの温かくなる元になるやつがあって、こうやってはめて、でここカチッて押すとじんわり温かくなってくるんですけど、これを耳につけとくと耳が温かくなって眠りにつきやすいですよっていうグッズ。シミ取りレスキュー、結構出番多いんですよ。これ替えのフィルムです。これが使ってる富士のフィルムカメラです。ヘアゴムつけてるんですけど、意外とこれ便利。無印で買ったストラップ付きのケースに入れてます。でこれサイズぴったりだろうと思って買ったんですけど、結構入れたらギリギリで、取り出してる間に大事な瞬間を取り逃しそう。ティッシュとかすぐ使うやつをここに入れて、でバッグとかにつけたらいいですよっていう商品なので、現地に着いたらこの袋から出そうと思うんですけど、一旦カメラケースとして使います。おやつです。これがナリンのスイッシーキャンディー。これなんだろう、ユーカリハーブエキスなどが入ったのど飴なんですけど、これすごい良くて、こういうのが2本入ってて、こういう感じで個包装になってるんですけど、ナリののど飴は龍角散ののど飴みたいにスースーしてて、でも龍角散のオーソドックスな青いパッケージのやつよりも発火の匂いが若干抑えられてる感じがします。体感的には長時間のフライトだと喉を痛めがちなので、のど飴は絶対欠かせない。ちょっと面白くて外壁みたいな不思議な見た目はしてるんですけど、舐めたら普通ののど飴なので、もっとコンパクトに詰めていきたいと思います。バッグの中でバラバラにならなくて物を探しやすいのでおすすめです。あとなんかこれが結構ゴミ入れになったりとか意外と活躍してくれるので、何でも一つにまとめるようにしてます。この上の部分はもうゴミになるので、私はこういうのは全部もう捨ててっちゃいます。一緒に入れちゃって、ブランのサングラスです。自分が寝たいタイミングとかで機内の明かりがついてたりすると眩しいので、サングラスつけたりしてます。ベルキンのモバイルバッテリーです。これはマグフェイスタイプなので、電池入れるだけでがっつり固定されるので、この状態で充電できるので便利です。スタンドもついてるので、こういう感じで充電しながら何か見ようと思えば見れます。フレックスフラップっていうやつも必ず持っていってるんですけど、ちょっと固めで形を自在に変えられるので、機内のテーブルを出した後に置いて動画を見たりとか、
目の前のテーブルのところにこうやって挟んで、こういう状態でスマホが置けますよっていう、めっちゃ薄いし便利です。バグーのエコバッグとパスポートとボールペン。お財布は文房具屋さんのスミスで買ったカードケースなんですけど、小銭入れになってて、で中開けたら仕切りがあってカードが入るようになってます。中にストラップがついてて、バッグにも取り付けられるので、旅行の時は財布をこれに変えてて、結構もうボロボロなんですけど、このぐらいラフに使える財布があると便利かなと思います。これが手ぬぐいです。旅行には手ぬぐいとか大きめな大判のハンカチ、バンダナとかを持っていくようにしてて、どこか道端に座ることとか、頭にかぶせて日よけにもなりますし、ハンカチとかは大きくてもいいのかなと思います。これが今回の旅の記録をこの1枚の手帳にまとめようと思うので、手帳を持っていこうと思います。なんか前半の部分は旅のスケジュール書いてたりとかするんですけど、旅中に随時思ったこととか書き留めておきたいこととかを記していこうと思います。ちょっと直前になって気分で決めると思うんですけど、このぐらいのサイズ感の文庫本を何か1冊持っていこうと思います。9ストーリーズのブックポーチに入れて、こういう感じで持っていこうと思います。パソコンはバグーのラップトップケースに入れて持っていきます。撮影で使う DJI Osmo Pocket 3、 キヤノンの IBIS Mini X、 撮ったデータを写してる SSD、 薄くて軽いやつを持っていきます。ヨーロッパに行くのに北京空港を経由するんですけど、中国だとモバイルバッテリーをケースに入れなきゃいけない、ジップロックとかでもいいそうなんですけど、入れないとなんか没収されちゃうみたいな情報を見たので、スタッシャーのシリコンケースに入れて、こういう感じで持っていきます。以上が私の機内バッグの中身です。メイク道具は無印で買ったこのポーチの中に入れていきます。蓋が大きく開くっていうところと、あとここにブラシを入れるスペースがあるのがすごく便利なポーチになっていて、いつものアイテムを使ってメイクをする方が旅行中でも気分が上がるかなと思ったので、薄いしいっかみたいな感じで結構これを持っていくのと、ファンデーションブラシ、エトボスのコンシーラー、ファンデーションのパウダーはエトボスのミネラル UV パウダー X のピンクベージュっていう日焼け止めフェイスパウダーを持っていきます。容器が薄いので旅行ではこれを持っていきます。ディアダリアのリキッドチーク、ラブライナーのブラウン、アイシャドウブラシ2種、ダイソーのコスメブランドユアグラムのアイブロウペンシル、セルボークのアイブロウマスカラ、バーガンディみたいな色のものを使ってます。アイラッシュカーラー、前髪留めるクリップ、リップは機内バッグの中にリップクリームとあとリップグロス入れてるんですけど、その他に気分で色を変えられるように違う色のを持っていきます。ハンドハニーのまとめスティック、アホ毛スティックです。これが無印のネイルケアオイルです。 IKEA のジップロックの中にはスキンケアとボディケアグッズが入ってます。ホテルに着いたらこれをこのまま洗面台のところに置いてこのまま使っちゃってます。まずスキンケア系、クレンジングはシュウエムラのアルティメイト、ダムダムのミニサイズがちょうどいいので、洗顔化粧水、クリーム、ボディーソープはダムダムを持っていってます。 VT のシカナチュラルナイトマスク、これめっちゃ便利で、個包装になっているナイトマスクで朝起きてもしっかり保湿感が残っているし、1袋の量も結構あって、私は顔だけだったら半分ぐらいしか使わないので、残りの半分を体全身に塗って、顔用ではあるんですけど、これ一つで顔と体に使うことができる。これを日数分持っていきます。イソップのボディスプレー、スパイシーの香りが好みで
香水を詰め替えるの大変なので、こういうプラスチックの容器に入っているボディスプレーはこういう時にも便利です。いつも使っているビオレの日焼け止め、エコストアの歯磨き粉、いつも使っているやつのトラベルサイズなんですけど、私唇がすごく荒れた時に皮膚科に行ったらフッ素が原因の一つかもって言われて、それ以来ナチュラル系の歯磨き粉を使ってます。これは化物、パラベン、合成着色料、合成香料などがフリーのものです。フェイスパックと湿布を入れてます。環境が変わる旅行先だからこそ保湿はしっかりやりたいのでマスクは持っていくんですけど、湿布はいつもより歩いたり長時間のフライトがあったりで足の疲労感がすごいので、湿布は海外旅行はほぼ毎日ふくらはぎに貼っていると思います。シャンプーとコンディショナーは無印のボトルに詰め替えて持っていきます。私の髪だと7日分程度が入るんですけど、今回の宿泊には足りないので家にあった試供品のシャンプーコンディショナーも持っていきます。絵が剥げかけているブラシ、お風呂上がりにつけるトリートメントとしてオラプレックスのボンドスムーサー、ヘアオイルはシンプルテを使ってるんですけど、容器が重くて割れたら怖いので、この無印の小分けボトルに入れて持っていきます。サンリオのジップロックの中には日用品系を入れてます。ナリンのサンダルウッドルームファブリックスプレー、上着やホテルの部屋などに吹きかけて自分好みの香りで癒されてます。コンタクトレンズ、耳ほぐタイムの詰め替え、洗濯用洗剤、鼻炎持ちなので点鼻薬、綿棒、ヘアゴム、歯間ブラシ、衣類やスキンケア、バスグッズ以外に必要なものがこちらのラインナップです。ダイソーの圧縮袋、衣類はなるべくシワにならないように持っていくときは圧縮せずに、着た後は圧縮袋にガンガン詰めて小さくして持って帰ります。ダイソーの折りたたみハンガー、ホテルに置いてある本数が限られているので長期滞在の海外旅行には必要だと思います。ティッシュ系やビニール袋、海外だとホテルに置いていない場合が多いので一つずつ持っておくととても便利です。ビニール袋や IKEA のジップロックはお土産を小分けにしたりとか常に持ち歩いてゴミ入れにも使います。マスクです。ホテルの乾燥が気になることが多いので、寝る時用にニスブの喉ぬる濡れマスクと、あと予備の不織布マスクも持っていきます。紙コップや割り箸、ホテルでの食事に役立ちます。大は小を兼ねるので大きめの紙コップを持っていけばお皿代わりにもなるので便利です。日本食、かさばらないお出汁とかカリカリ梅は私のマストアイテムです。旅行中は一日外で移動していることもあるので、カリカリ梅とかが疲れた体に染みます。体を洗うスポンジは無印のケース付きのもの。モンベルの折りたたみ傘、畳むのに時間はかかるんですけど超軽量で骨組みもしっかりしているので風にも強いです。変換プラグは自分で形を変える全世界対応のものです。 USB と Type-C が2箇所ずつあるので充電に困らず便利です。最後にパッキングした後に荷物を測る測り機も入れます。ボロボロになった捨ててもいいタオル、ホテルにタオルがない時とか、あと割れ物を包みたい時とかに使えます。無印のポーチはエマージェンシーキットにしています。風邪薬、胃薬、酔い止め、絆創膏が入ってます。これだけ紹介し忘れてたんですけど、エアタグみたいなやつを Amazon で買って、エアタグよりちょっと安いスーツケース追跡できるやつです。このボタンを押したら GPS 機能的なものがオンになるっぽいです。で
これでスーツケースがどこにあるかをスマホで確認できる。これを最後にスーツケースのポケットに入れていきます。でここに紹介したアイテムをこれからパッキングしていきたいと思うんですけど、私がよくやる手法としてこのサムソナイトの93リットルの中に無印の36リットルのスーツケースを入れるマトリョーシカスタイルでパッキングして、行きはスーツケース1つで持ち運ぶ方が楽なのでそういう風にしてて、帰りはお土産とかが増えるので2個持ちでっていうことが多いです。これでパッキング終了です。